これより開廷します。準備はいかがですかな。検察側三剣礼二、準備ならば完了している。弁護側なるほど隆一、疲れた。おお、のっけからため息が重たいね、なるほどくん。確か前回の特別法廷では三剣検事が疲れていましたが、かの DL6 号事件が起こったのが2001年。それが15年後に解決。まさに前回2016年に行われた15周年特別法廷の時期だったのだ。あれから2年、2018年はついに逆転裁判3の年なんです。ああ、逆転裁判3。ついに時代が我々に追いついたようだ。今から10日ほど前、9月11日、大変なことが起こったんだ。そうなんですよ、私たちの秘宝が盗まれちゃって、あのクラインの壺をあの怪人仮面マスクに。ああ、ありましたな。あの判決がまるで昨日のようです。そしてその法廷で僕は衝撃の出会いを果たしたんだ。強烈に疲れ果てる元凶となったその男の名前こそは。思い出話に花を咲かせるのはそこまでっす。糸の子刑事さん、聞いて驚かないでほしいっす。なんと今回も殺人事件っす。なんですと。これを見てほしいっす。これが今回の殺人現場っす。帰る。いやいや、10周年と15周年に引き続きまた殺されたっすよ。いい加減、ことあるごとにこいつが死ぬのをやめてもらいたい。しかし今度こそ本物っす。親友の死を胸に刻むっす。見るっす。被害者は死の間際に何か書き残しているっす。これはいわゆるダイイングメッセージ。それではせっかくなので皆さんで考えてみましょうか。了解っす。では被害者の手元を見てみるっす。ブラジルの風、そしてキリマンジャロの涙か。ブラジルねえ、もしかして犯人の名前を示しているのかな。慌てちゃダメっす。その隣にこう書かれてるっす。コロンビアの夜明け。どうした水木。いや、まさかそんな安直な答えのはずがないか。では次を見てみるっす。まだあるんですか。ブルーマウンテンとガテマラの星祭り。何でもいいが、奴めなかなか死なないな。何しろ最後の力を振り絞ってるっすからね。むしろ最後の力が有り余ってる感じだよね。なんだろうこの感じ。何かが今僕の中で繋がろうとしている。まだ書いてあるっすね。どうやら今全て分かったみたいです。おお、なるほどくん、すなんだと。なーに、分かってみれば実に簡単なことですよ。ブラジル、キリマンジャロ、ガテマラにブルーマウンテン、そしてモカマタリ。これらは全て、そう、コーヒーの豆の種類だったのです。え？最後のモカマタリでピンときましたよ。どこでピンときている？そんなの最初の2つでわかるではないか。うわー、負け惜しみですか、三剣検事。あまりに当たり前すぎてあえて黙っていたのだ。それでは犯人はやはり無類のコーヒー好きということになります。コーヒー好きって、まさか。そう、この事件の犯人、その男の名前こそは
盛り上がってるとこすまねっすが、ダイイングメッセージにはまだ続きがあるっさ。まだあるんですか？いい加減死ね。三剣賢治が物騒になってるよ。今度こそ次が最後みたいっすね。苦味、コクと酸味とアロマ。ついに知ってるコーヒー豆の種類が尽きたらしいな。星はなるほど。解決してしまったではないか。いやいや、僕はやってませんから。筆跡鑑定の結果、被害者が書いたものに間違いないっす。あんたが犯人さ。いやいや、だから僕は。よう、噂のパーティー会場はここかい？寂しがり屋の俺も呼んでくれよ。おどけたステップを披露しちゃうぜ。護道検事。護道だと？ああ、紹介するよ。10日前の裁判で僕たちが疲れ果てる元凶になった人だ。三剣礼二だ。ああ、聞いてるぜ。あんたのことはかねがね。なんでも検事局始まって以来の大型新人だったってな。自分のサイズ感は自分で決める。それが私のやり方だ。眉間のひびと胸のひらひらがトレードマークだとか。人は誰しもひび割れた心をひらひらに隠して生きているものだ。三剣賢治、ごく普通にやり合ってるよ。とにかくあなたは事件に何か関係があるはずです。何しろあれだけコーヒー周りで被害者にこすられてるわけですから。どうやらあんたたち何か大きな勘違いをしているようだぜ。勘違い？もう一度奴が書き残した言葉をよく読んでみることだ。ブラジルの風、キリマンジャロの涙、コロンビアの夜明け。まさかそういうことなのか。三剣？そうだ、そう考えれば全てがピタリとはまる。恐ろしいほど完璧に。これは断じて偶然ではない。じゃあ三剣賢治、本当に分かったんですか？手がかりはずっと我々の目の前にあった。いや、むしろ我々の耳元に流れていたのだ。そう、今も。その通り。じゃあ張り切っていってみようぜ。ブラジルの風、キリマンジャロの涙、コロンビアの夜明け、ブルーマウンテンとガテマラの星祭り、モカマタリの夢、苦味、コクと酸味とアロマ、星はなるほど。意義あり。だからどうして最後に僕が出てくるんですか？さあな、そいつは本人に聞いてみねえことには。こーらー！やはりお前ら何勝手に歌ってんだよ。俺様が作った歌をや。お前が作った？そこの検事さんとおしゃべりしてて成り行きでそうなったわけ。コーヒー周りで愉快な歌を作ろうじゃねえかって。でさっき廊下を歩いてたらピピッと詩がひらめいたわけよ。俺って興奮すると鼻血吹いて気絶する人だろ。知るか。だから忘れないように気絶前に床にメモしたわけ、鼻血で。じゃあなんで最後に僕の名前が出てくるんだよ。お前の名前？
そうですよ。星はなるほどってああ、そいつは違うぜ、まよいちゃん。よく読めよ。俺が書いたのは星くなるほどだぜ。はあ、苦味、コクと酸味とアロマ、欲しくなるほどってさ。おお、確かにそういう意味だったのですか。いや、ほら、俺ってひらがなと漢字はちょっと苦手な人だろ。知るか。なんという無理やりだ。諦めな。今回の特別法廷でどうしてもあんたたちにこいつを歌わせたかっただけらしいからな。毎度のことながら無茶なことを。言いたいことがあるならやっとくかい。熱くて苦い例のやつ。じゃあ会場にお集まりの皆さんもぜひご一緒に。私ならばいつでも準備は完了している。それじゃ行きますよ。せーの。ブラジルのいや、それもういいですから。